れが絶対的な運ゲーなのでそれを人類の手から奪うなんてとんでもないですよ。これ続けて言うと一生止まらなくなってしまう。風じゃないんだよな、風に。特にうだうだやることもないので。はい、進捗ですが、このような感じで、昨日終わり際にオフでこれくらいやるだろうと予告した通り、無事オフでざっくり戦が終わったなって感じですね。とりあえず、いくらなんでも、バイソンの髪の毛それ雑すぎねえかって思うので、そこ直すか。ペン先の線。ペン先の先、まただいぶ思ってたより削れてるやつだな、これ。まあいいけど。なんかね、髪の毛はね、ほんとこういう、この密集してるところっていうのかな。枝分かれの直前、くっついてるところを濃くしておくと、なんかバシッとそれっぽくなるので、とりあえずそういうことをします。ただやりすぎると、あれってなるので、やりすぎ注意なんですけど。電画もね、どこを太くするしないみたいなのも、性格というか、その画風のポイントではあるので、好きにしたらいいと思うけど、私はそうしている。絵は楽しいので、線を引くという行いはそれだけで楽しい癒しなので、それを人類の手から奪うなんてとんでもないですよ。私の結論は。というのが私の結論ですね。線を引く口実をくれ。みたいなね。ところはあるから。だから、バリバリね、プログラム周りはね、クロードコードとか使ったりとかはしてね、全然バリバリ別に AI は使っているけど、じゃあなぜお絵描きや画像生成系の AI を使わないかというと、自分で描いた方が楽しいからっていう。それ以上もそれ以下もない。趣味なんだからさ、手を動かす口実をいっぱい作らなきゃいけないんだよ、趣味というものね。そらさ、手芸とか工作だったら世の中には無数のキットがあるからさ、そのキットを買って組み立てるだけでもね、全然、創作、なんかものづくり力が満たされていくし、アイディアもいらないし楽でいいんだけど、創作活動はそうはいかないから、二次創作したとしても何で考えなきゃいけないし。ってことはつまり手を動かすための口実が多ければ多いほどいいんですよ。はい。なので、私は、絵は自分でやるという。もともな、クリスタの便利素材ですらな、自分で描いた方が楽しいからっつって使ってない便利素材いっぱいあるからな。AI に限った話じゃねえんだよ。楽しいことは自分でやる。それ以上、それ以下でもない。作業を切りのいいところで止めない方がいいという話があるので、先にサイさんの方も少し進めておきますね。まあ、よく言ってる話なんだけど、作業を切りのいいところで止めないでおけば、ね、次作業を始めるときに、仕掛かり中っていうのかな。作業途中の状態から始まるから、始めるのが楽なんだよね。途中までの準備とかが終わっている状態だから、あとは書くだけとか、あとは線を引くだけみたいになりがちだから、なっていて、とても楽に進められますよというライフハックよ。霧のいいところで終わってたら、よし、じゃあ次何するかなって考えたりする時間が挟まって、そういうの考えていると人間はだんだん頭がふわふわーっとしてきて、SNS 見ようってなってしまう。YouTube 見ようとかってなっていくので、そうしたものを防ぐために、仕掛かり中、霧の悪いところで作業を止めておけば、次始めるときにそういうめんどくさいこと考えずに続きからできるからいいよね。作業がよく進むよねというライフハックがあるんですけど、これ続けて言うと一生止まらなくなってしまう。手が一生止まらないみたいな状況になってしまって。それはそれで過労のもとなので、皆さんお気をつけ。そういう、一生走り続けられる、一生作業し続けられるライフハックみたいなやつだから、皆さん使うときはくれぐれも、ちゃんと休む、ちゃんと休む、意識的に休むことを入れている状態でやりましょうね。はい。こんな本で。ええ。
かわいいね。はい。というわけで。まあ、お絵描きは、こんなもんで。まあ、バイソンの線の清書が終わって。はぁ。バイソンの線の清書が終わりまして、サイさんの方が途中まで来たよといったところで良いのではないでしょうか。ふうじゃないんだよな、ふうじゃ。はい。これが絶対的な運ゲーなのでなぜかというと、完全ランダムなので、10回攻撃全部バイソンに行くみたいなこともね、0.000何パーではあるので、ソンストームのデレを祈る回になっています。意外にありでいいな。マインドウェブはなくていい。温存大事。ここ案外解放しちゃってよかったのかな、魔力解放。あ、死ぬミス。そうか。ちょっと思い出してきた。バインドウェーブをサイさんにあえて当てておくことで高速状態になり、サイさんの攻撃が、当たりづらくなるので、生存率が当たるという、実はあれ当てるのが正解ってやつだった気がしますね。おい、殺しに来たら。で、駆けつけあるんだ。これは負けですね。ああいうことをするからさ、あの女じゃないんだよ。これは、運が良ければ、なんとかなりますけど。運がいいですね。運が良ければなんとかなりますけど、何ターン生存だったっけこれ覚えてないな絶対殴りに行くのやめてほしいな。耐えてる。負けですね。はい、惜しかったな。どうせ5ターンとか霧のいいターンだろう。そうだね。このターンで終わりだね。はい。なんとかなったね。よかったね。テンションも残ってるし、正しいんじゃないこれは。あれですよね。自分が死ぬのは全然いいんだけど、サイさんが死ぬのは嫌だと思っているのが面白いよね。はい。実はここちょっとだけギミックを覚えていて、幻影がいればいるだけ、この本体は弱体化するんですけど、この幻影の羽の色に応じた属性攻撃をしてくるので、つまり、こっちが得意な属性が来るまで、蝶々ガチャをするのが正解だった気がするので、ちょっと、蝶々ガチャしようか。失敗した。この分だと多分16個出すまでは、スペース足りそうだからいいんだけど、16個超えてきたら左枠の UI を私が実装しなきゃいけないということですね。めんどくさ。ちょっとね、ここめっちゃイチャイチャしそうないい感じのイベントがありますが、残念ながらお時間なので、この辺になります。セーブだけ取り直して。終わり。というわけで、本日の配信は以上になります。ご視聴ありがとうございました。トット打ったね。懐かしいね。そうだよね。サイさんの、
このフィールドバフがめちゃ強になっているので、治癒力がめちゃくちゃ上がってるんで、多少は殴られてもなんとかなるっていうようにはしてあったはず。